はい、皆様こんにちは。中の人が長尺ポエム野郎でおなじみのずんだもんなのだ。今回は1987年にシャープから発売された X68000 がテーマ。書籍及びインターネットで調べた情報と中の人の経験とで進める。非常にお詳しい方、動画の間違いをこやつめでスルーできない方はブラウザバックを強く推奨する。それでもよいよという方は少々お付き合いいただきたい。この動画をクリックされた方にとって X68000 はただのパソコンの企画名称ではないはずだ。パソコンではなくシャープも自信を持ってパーソナルワークステーションと名付けた。1980年代後半、ゲームの最先端はゲームセンターであり、家庭用パソコンやゲーム機との差は圧倒的なものだった。また当時のパソコンはオフィス用途を想定しており、デザインも洗練されておらず、色もクリーム色といったものだった。そんな時、シャープがとんでもないパソコンを発売した。X68000。アーケードに迫る描画スペックとアーケードと同じ音源。すでに発売していた X1 シリーズの後継モデルとなり、モトローラ社 68000CPU を利用したことから命名された X68000 という美しい名前。そしてその美しいデザインは、結局後にも先にもこれを超えるパソコンは存在しなかった。今の僕たちがフェラーリの最新モデルを見るような感覚。いや、それ以上の憧れの存在だった。本体価格40万弱と当時の中学生にはどうなるものでもなかった。裕福で幸運な友人たちは親から何の苦労もなく買い与えられていた。泊まり込んで夜通しゲームをプレイしたものだ。ヘビーユーザーからも、当時手に入れることができなかったユーザーからも、40年弱経っても忘れられない伝説のパソコン X68000 の魅力に迫る。2、概要。シャープはパソコンを2系統発売していた。後のメビウスシリーズを手掛ける産業機器事業部が発売した MZ シリーズ。こちらはパソコンも3家と言われた。そしてシャープ栃木のテレビ事業部が発売した X1 シリーズがあった。CPU に Z80、音源は PSG だった。そしてテレビ事業部より後継機が開発される。X1 との互換機能はなく5カ年計画、5年間はハードの基本仕様を変えないという方針に基づいて新規に設計された。デザインはかつて存在し、テロにより倒壊したニューヨークマンハッタンに存在したワールドトレードセンタービルをイメージしたマンハッタンシェイプと呼ばれるツインタワー型のデザインとした。曲面を多用した専用モニターと合わせた美しいデザインだった。このデザインはシャープ社内の20代若手デザイナーによるもので、金型製作費用は従来の3倍。試作段階では軍服などに使用されるカーキ色だった。初めて一般披露された1986年エレクトロニクスショーでは製品版と同じオフィスグレーに変更された。当時の PC8801 などのパソコンはアイボリー色でデザインという概念がないような武骨なものしかなかった。当時の既存概念を超えたデザインだった。発表されたスペックも CPU に MC68000 を採用。65536色表示。アーケードクラスのスプライト機能と BG 機能。アーケードでも採用された FM 音源8音と ADPCM サウンド。オリジナル OS ヒューマン68系搭載と。本当にこのようなものが発売されるのかと懐疑的な見方もあったほどだという。発表から発売まで5ヶ月空いたため、一部店舗で先行デモが行われた。そして1987年3月発売される。メーカーもそしてユーザーも40年もの長きにわたり愛され続けることになるとは誰も思ってなかったであろう。ここでスペックを見ていこう。メイン CPU68000CPU。当時のマッキントッシュなどと同じモトローラの MC68000 を採用した。動作ロック周波数は 10MHz で、無印、エース、エキスパート、スーパーまではセカンドソースの日立製作所製 HD68HC000 が使用された。当時 CMOS 版の MC68000 を生産していたのは日立だけだった。毎年高速化されていく多機種を横目に、4年を経てようやく、基本性能はそのままでクロック周波数が 16MHz に高速化されたエクシビが登場した。メインメモリは初代が 1MB、2年後発売のエキスパートから 2MB となった。12MB まで拡張可能な構成だった。
10MB モデルは当時としては圧倒的な大容量 16MB であり、シンプルなソフトでは初回ロードで中断なくプレイ可能なゲームも存在した。後述するグラフィック用として VRAM があるが、全てデュアルポート VRAM である。これは画面描画中も同時にデータ書き込み可能な特殊な VRAM であり、採用例は当時は少ない。テキスト VRAM 用に 512KB、グラフィック VRAM にも 512KB 搭載されていた。スプライト VRAM は 32KB、SRAM が 12KB である。外部メディアとして当時主流の5インチに HD フロッピーディスクドライブを2機搭載、 3.5 インチ搭載機種も発売された。画面表示能力を見ていこう。X68000 の最大の特徴とも言うべき群を抜いたグラフィック能力は3つのカスタム LSI によって処理されている。アーケード移植やアクションゲームには欠かせないスプライトや BG 画面などの処理を行うスプライトコントローラー、シンシア、グラフィック、テキスト、BG およびスプライトを合成して出力するビデオコントローラー、ヴィーナス、画面モードやスクロール処理、グラフィック画面の取りまとめを行う CRT コントローラー VSOP であり、68000専用に開発されたチップである。これらのカスタム LSI は非常に多機能であり、全て説明するととんでもないことになるので、なるべく簡単に概要を中心に説明する。グラフィック画面 X68000 は他のパソコンには見られないほど強力な画面表示機構を持っている。ビジネス用途におけるパソコンでの画面表示のほとんどは文字とごく簡単なグラフ表示程度なので、ハードウェアもそれに合わせ漢字表示用の画面と16色程度が扱えるグラフィック画面を持っているだけというのが一般的だった。これに対し X68000 は描画速度が命であるリアルタイムのアクションゲームからレイトレーシングに代表される高密度で数万色以上の画像表示、さまざまな文字フォントにも対応した Windows システムなど、さまざまな表示に関する要求に対して CPU の負荷を極力低減しつつ柔軟に対応できるような設計が行われている。 X68000 はグラフィック画面1から4面、テキスト画面4面、スプライト画面上に128個、同一水平線上に32個まで、 BG 画面、バックグラウンド画面2面までの計4種類の独立した画面を持っており、これらが合成された上にビデオ画像との合成スーパーインポーズが行われた後、一つの画面として CRT に表示されるようになっている。これらの画面はそれぞれ異なる性格を持っており、目的に応じて使い分けたり組み合わせて使用することで多彩な表現を容易に実現できるようになっている。 X68000 のセールスポイントである65536色表示を可能にしているのは言うまでもなくグラフィック画面の担当領域である。256色以上の多色発色が可能なのは 512×512 ドットまたは 256×256 ドットモードであり、この妙な数値からも推察される通りドットは正方形ではなく横に伸びている。ドットが正方形な 768×512 ドットモードもあるが、こちらは16色までしか表示できない上 BG やスプライトが全く使えないのでアクションゲームなどには向かない。グラフィック画面には最大 1024×1024 ドットの実画面というものがあり、この中を自在にスクロールさせることが可能である。さらに実画面の上下左右は球面上につながっているため、同じ背景の繰り返しになるが延々とスクロールさせ続けることも可能である。テキスト画面。テキスト画面という名前から文字しか表示できない画面と思われがちであるが、X68000 はビットマックテキストを採用しており、ドット単位での描画が可能である。文字フォントも 8×8 ドットから 24×24 ドットまで複数サイズのフォントデータが ROM に収められており、それらにない文字もユーザーが自在に作ることが可能。そもそも文字だけでなくグラフィックを描くことすら可能で、マウスカーソルやソフトウェアキーボードはテキスト画面の一つのプレーンを利用して描いている。テキスト画面の VRAM 構造は他社パソコンの一般的なグラフィック VRAM に近いため、PC9801 からそのまま移植されるゲームはテキスト画面を使って描いているケースが多い。ちなみに
シャープ自らが提供するソフトウェアでもビジュアルシェルや SX、ウィンドウなどでテキスト画面を使用している。グラフィック画面同様実画面とスクロール機能を持っているが、実画面がつながっているのは上下のみで円筒構造になっている点が異なっている。スプライト、BG 画面、グラフィック画面と並んで強力な表示能力を持つ X68000 のスプライト機能。16×16 ドットのスプライトを画面内に128個、1ライン中に32個まで並べられるスペックを有しており、多数のアーケードゲームの移植を可能にしてきたのはこれらの性能によるところが大きい。 BG 画面はアーケードや家庭用ゲーム機の背景画面に一般的に使われている画面で、グラフィック画面と違って 8×8 ドットまたは 16×16 ドット単位のタイル上にしかパターンを配置することができない。逆に言えば似たようなパターンが繰り返し現れるタイプの画面を描くには無駄のない表示方法であり、X68000 では最大2面分持っている。もちろんグラフィック画面同様スクロールが可能で、上下左右がつながった球面構造である点もグラフィック画面と同様である。特殊画面処理。今まで説明した3種類の画面を冒頭で説明したビデオコントローラーによって重ね合わせて出力することで初めてモニターに表示されるわけだが、重ね合わせの段階でその順序を入れ替えたり半透明状態で重ね合わせるなど特殊効果を加えることができる。このように強力な画像処理能力を備えているにもかかわらず変則的な画面解像度と扁平ドットのおかげでタキシからの移植という観点では今一つ不便だった X68000 のグラフィック機能だが、CRTC を直接いじることによって 1024×848 ドットや 384×256 ドットといった特殊な解像度を作ることも可能であり、ある程度ソフト開発の知見が蓄積されてきた中期以降では正方形ドットによる多色グラフィック表示を可能にしたソフトも登場した。これらの映像効果は大型筐体ゲームは別にすると当時のアーケード基盤すらも超えるものであった。しかし両側スーパーファミコンで可能であるが、X68000 はスーパーファミコン発売の4年弱前にこの表現をしていた。少年時代の4年はとてつもなく長いのである。次にサウンド機能を見てみよう。ある意味 X68000 の最大の特徴であり、長く愛される理由でもある。サウンド音源としてヤマハ YM2151 が採用された。家庭用やアーケードで最高峰のチップであり、4オペレータ8音発声可能であり、セガ、ナムコ、コナミ、カプコンと80年代のほぼ全てのアーケードゲームに搭載されていた。豪華なチップであり、国内家庭用に採用されたのは X68000 と同時に発表された X1、ターボ Z と非常に限られる。このチップの採用には一人の若き天才が関わる。ハドソンの笹川俊之氏である。笹川俊之氏はハドソンでゲーム開発とハード開発に関わる。PC エンジンの波形メモリ音源も笹川氏の手によるものである。オリジナル OS であるヒューマン68系はハドソン製である。笹川氏が開発担当トップに絶対これしかないと強くプッシュして採用されることになる。その代わりに OS の OPM ドライバーとベーシックの MML 関数を担当することになる。前述の通り X68000 では FM 音源 LSI としてヤマハの YM2151 を使用している。ヤマハではいくつも FM 音源 LSI を製造しているが、それぞれに愛称がついている。YM2151 は OPM、FM オペレータタイプ M という名称になっている。この名称はヒューマン68系などでも使用されているため、ご存知の方も多いであろう。OPM の内部ブロック図を表示している。OPM は8つの音声出力回路を持っており、それらの出力がミックスされて出力信号として取り出される。それぞれのチャンネルはチャンネル1からチャンネル8まで番号が振られており、通常の音楽演奏などではこのチャンネル1つが楽器の1音に対応する。例えばドミソの和音が必要な時はチャンネル1でド、ミでミ、3でその音を出力させるようにするわけである。各チャンネルは4つのスロットと呼ばれる制限波発信機からなっており、それぞれ M1 モジュレータ1、M2 モジュレータ2、C1 キャリア1、C2 キャリア2と名称が付けられてる。
これらを直列や並列につなぎ合わせることで複雑な波形を作り出すわけである。 OPM にはこのほか、音が出始めてから消えるまでのレベル変化、立ち上がりの強弱や余韻の長さなどを制御するエンベロープジェネレータ、イジーと訳される。やブルブルといった感じになる音の大きさの変化や、ワウワウといった周波数の変化、ビブラートをつけるための LFO。 あらかじめ設定した時間が来ると CPU に割り込みをかけたり、全部のスロットを一度に発生開始させることができるタイマー。さあ、や、しといった音を作るノイズ発生器、スロット32と切り替えて使用するなどが組み込まれている。そして PCM 音源には置き電気の ADPCM1 ちゃん音源である MSM625W が採用された。 OPM、FM 音源がサインカーブやノイズなどをもとに演算で波形を生成するのに対し、 ADPCM の方は自然音の取り込みや再生を行うものである。入力波形を定期的にサンプリングして、その時点での電圧をそのままデジタルデータに変換するのが CD などでも採用されている PCM 方式と呼ばれるものである。 PCM 方式ではサンプリング周波数の他には何ら制約はないので、波形の再現性は良いのだが、メモリを大量に食うという問題がある。例えば CD と同様にすると、1回分のデータが16ビット、サンプリング周波数 44.1kHz なので、1秒でモノラルで 88KB も使ってしまう。なんとかこの量を減らそうと考えられた方法に、前回の電圧との差分をデータ化するデルタ PCM 法、前回の変化から次のデータを予測し、そのデータとの差分をデータ化する DPCM 法などがある。 ADPCM は DPCM をさらに改良して、大きな電圧の変化にも対応できるようにし、音質を改善したものである。前回の変化が大きい時には次の変化の幅も大きく、小さい時には変化幅も小さいものと考え、前回の変化の大きさから求められる定数を予測値との変化にかけた値をデータ化しようというものである。 X68000 では入力波形から ADPCM データへの変換や ADPCM データから出力波形の再現を行う LSI として沖の MSM6258V という LSI を使用している。この LSI は入出力ともモノラルであるため、 X68000 ではパン制御、右、左、中央のいずれから出力するかを選択する回路を付加している。 MSM6258V の特徴を簡単に紹介しよう。 ADPCM データ MSM6258V はADPCM データとして X68000 では4ビット ADPCM モードに固定して使用している。サンプリング周波数は X68000 ではクロックとして 4MHz と 8MHz を切り替えられるようにしているため、 3.9kHz、5.2kHz、7.8kHz、10.4kHz、15.6kHz の5種類を選択できる。 AD/DA コンバータ MSM6258V に内蔵されている AD コンバータ入力電圧からデジタルデータへの変換器は8ビット、 DA コンバータデジタルデータから出力電圧への変換器は10ビットの精度を持っている。 MSM6258V は入力データを8ビットの PCM データに直した後 ADPCM 変換を行い、また ADPCM データを10ビットの PCM データに変換した後、音声信号として出力しているわけである。これらの音源が後に X68000 が長く愛される理由でもある。詳しくは口述する。 OS X68000 にはシャープとハドソン共同開発の OS ヒューマン 68K が添付されていた。ほとんどの市販ソフトがヒューマン 68K で操作していた。ヒューマン 68K ビジュアルシェル。この OS は X68000 付属のマウス利用を前提とした GUI ベースの操作体系で、マッキントッシュのファインダーを思わせるインターフェースだった。口述の SX、ウィンドウとは異なり、ウィンドウ上でアプリケーションがマルチタスク処理をするわけではないので、ファイル選択メニューの方が感覚的に近い。
アイコン操作でファイルやディレクトリのコピーや削除など一般的な GUI 環境での操作が可能。設定のコントロールパネルや電卓、カレンダー、メモ帳など利用できた。ヒューマン68系コマンドシェル MS、DOS 的なインターフェース。コマンドやコールまで MS、DOS とほぼ同じで、それに慣れているユーザーなら簡単に利用できた。SX、Window は計測技研が開発したエキスパート、プロ、スーパー以降に付属する X68000 オリジナルの Windows システムである。ヒューマン68系の上で起動しているため厳密には OS ではないが、同一画面上で複数のウィンドウを同時起動できたり、ウィンドウ間でクリップボードを介したデータの受け渡しができるなど、Windows 95、98相当の機能を1990年の段階で実現しているのは驚嘆すべきものがある。また、イベントドリブン、割り込みが入った時点で別のタスクに処理を引き渡す型マルチタスクにより複数タスクが同時に実行できるマルチタスクを実装している。ここからの BGM は若き日の M2 斎藤明氏の X68000 の楽曲を聴いていただこう。初期の 10MHz マシンではかなり処理の遅いシステムだったが、エクシビや X68030 の登場によってマシンパワーが格段に引き上げられたことと、Windows 自体がバージョンアップに伴って最適化による処理速度の向上が図られるなど、使い勝手が改善されていった。Windows 3.0 では65536色表示のグラフィックウィンドウ、動画再生ウィンドウやベクトル、アウトライン、フォントの対応など、同時代の他社 Windows システムに被験しうる機能を持ち合わせており、X68000 の進化は Windows システムの進化とも言えるものであった。貴重な X68000 インタビュー記事がある月刊アスキー1987年6月号に掲載されたものだ。インタビュアーはずんだもん。シャープの開発陣は四国メタンでお届けする。昨年の12月号で X68000 を紹介して以来、数々のお便りが編集部へ届いています。今回はそんな読者からの熱い声を携えて、栃木県矢板市にあるシャープのテレビ事業部を訪ね、開発者のお話を伺ってきました。インタビューに応じてくださったのは X68000 開発総責任者の鳥居勉さん、技術部門責任者の金井邦之さん、そしてソフトウェア開発担当の小林冬樹さんです。やっと製品が出荷開始されましたね。鳥居、そうですね。昨年10月のエレクトロニクスショーで参考出品したところ、かなりの反響がありました。出荷は予定より1ヶ月遅れてしまいましたが、早く皆さんにお見せした結果、ユーザーやソフトハウスの方からのご要望も聞けて、多少なりとも良くなったんではないかと思います。金井、ユーザーの方から直接ファンレターも来たりしました。作る側としては早く出したい気持ちと、もう少し頑張っていいものにしたいという気持ちの板挟みで大変複雑でした。鳥居、名前について初めは Apple 社のリサみたいなものも考えたし、ツイン X は僕自身も考えた名前です。結局は CPU に68000を使っていて、 X1 のグループが作ったマシンだということを一番シンプルに言い表している名前になりました。あとはユーザーの方が適当な愛称で呼んでくださればいいと思っています。まあ非常に言いにくいということなんですが、その方が一度覚えたら忘れないでしょう。それにしてもデザインは独特ですね。鳥居、まずこれまでのコンピュータのイメージとは違ったものにしたかったということがあります。新しい CPU を使って新しい発想でというのが基本にあったので、今までの形を打ち破るのが最初からの狙いでした。結局はどなたのデザインなんですか？鳥居、考えたのは技術スタッフです。金井、机の上に立ててあるファイルを見て、こんな感じでコンピュータになったらいいなと思ったのが最初でした。それで技術者たちがボール紙でファイルを2冊並べた形を作ってみたんです。鳥居、最初はとってもついていませんでした。でもせっかく間が空いているんだからここにつけよう、それならプッシュタイプのハンドルにしてという具合で、これはメカ屋さんのアイデアです。チームワークの賜物ですね。 OS をオリジナルにしたのはなぜですか？鳥居、68000用の OS としては Linux や CP、
M68 系などがありますが、そのどれもが開発者向けで誰でも使えるというものではありません。そこで全く初めての人でも感覚でオペレーションできるような新しい OS を考えたのです。 VCL のできた背景は小林、パソコンを使う人はアプリケーションを活用していこうという人と開発用に使おうという人の2つの方向に分かれると思います。そのような状況の中で、例えばパソコンのコマンドなんて知らない人でも起動時から終わりまでマウスと画面さえあれば十分に使ってもらえる、そんな考えに立って作りました。機能がありすぎてマシン自体が欲張りすぎているように思うのですが、現状ではオーバースペックと言われるかもしれませんが、ユーザーのためを思えばある程度先のことを考えて強力なハードにしておく必要があります。他のマシンと比較してどの面から見ても平均以上の機能があって、そして値段が同じだったら必要としない機能はとりあえず使わなくてもいいわけです。やはり3年先5年先にも通用するようなマシンじゃないといけないと思います。ソフトを作るときに苦労したことは何ですか？小林、それはやっぱり時間が足りなかったことでしょうか。笑い、ハードウェアが全く新しいものなので、まず OS を考えて、次にベーシックなどのアプリケーションを考えてというようにやることがたくさんあって大変でした。 X、ベーシックはちょっと変わってますね。小林、そうですね。今のベーシックでは機能をアップさせるのにも限界がありますし、アプリケーションも作りにくいだろうと思うのです。それと C などの高級言語を使いたいという世の中の要望もあります。 C を使いたいんだけれどもベーシックしか使えない、そんな人のためにこの X、ベーシックを考えたのです。つまりコマンドなんかにベーシックのインタープリタの機能を残して、なおかつ構造化のプログラミングができるようにいろんな命令を追加しました。 X68000 を使ってプログラムを組む人へのアドバイスはありますか？小林、使われる方にもいろいろなレベルがあると思うのですが、ハードをいろいろといじりたいという人であれば、スプライトとかグラフィックの機能を十分に使ってもらえれば最高の幸せですね。また DOS レベルでいろんなアプリケーションをどんどん作ってほしいと思います。68000という CPU は OS 管理がきちっとできるチップ構成になっています。だからアプリケーションを OS 上で作ればハードのコンパチビリティですとか全体的な互換性とかも取れるようになるのではないでしょうか。現在の DOS とか VCL に満足していますか？またコンボバージョンアップの可能性はありますか？小林、まあ正直言ってまだまだというところはありますが、でもソフトっていうのはこれで完全だというものはないと思うんですよね。生物ですから。だから例えば MS、DOS にしても V1 とか V3.1 とか繰り返しバージョンアップしています。これは一種の成長です。世の中の流れに沿って必要に迫られればやっぱりそれなりに考えていかなくちゃいけないと思っています。 CPU が68010、68020に移行することはありますか？少なくとも4から5年はハードはそのままでと思っています。よほどのことがない限り辛抱しなくてはと。もし何年か先に変えた方がいいというようなことになれば、それはそれでまた違った形で作るということです。 X68000 が5年前の X1 発売の頃から計画されていたと伺ったのですが、そうすると今から5年後の X68020 を計画中とか。さあ、もしかしたらすでにスタートしているのかもしれませんよ。でも新しいマシンを出すというのはタイミングなんです。そういうタイミングの合う時が必ずあるはずだと思っています。最後に読者に何か一言お願いします。小林、そうですね。技術屋っていうのは誰でもそうだと思いますけど、出来上がった商品はやっぱり自分の産んだ子供みたいに可愛いです。難産でしたけど、笑い、これから学校へもあげて塾にも通わせなければね。あといじめられるかもしれないし、売れないようにもしなくちゃ。 X1 みたいに成長してくれたらいいなと楽しみにしています。我々の子供をどうぞよろしくというところでしょうか。3、歴代 X68000。ここから歴代の X68000 を簡単に紹介する。まずは初代 X68000 である。当時としては圧倒的なスペックと美しいデザインでゲーマー、パソコン少年憧れの存在だった。最初はオフィスグレーでの発売だったが、1987年11月に X68000 の特徴となるブラックモデルが追加される。メモリは 1MB でハードディスクドライブはまだ未搭載だった。
X68000 年3月発売。初代発売の1年後の登場である無印エースは5万円ほど値下げとなり、エース HD は 20MB のハードディスクドライブを搭載していた。 30MB の差額で8万円である。それでも当時としてはかなり安く感じた。今では同一価格帯で1000倍の容量となった。 X68000 エキスパート。1989年3月発売。メインメモリが 2MB に引き上げられた。その後はこの 2MB が X68000 の実質標準容量となる。いわゆる多くの方が想像する X68000 はこのモデルとなる。 X68000 Pro。 1989年3月発売。シリーズ初めての横置きモデルである。筐体サイズに余裕があり、拡張性にも優れた。ビジネスや産業用に利用された X68000 スーパー。1991年1月発売。従来のオフィスグレーとブラック展開を排してチタンブラックを採用。ハード面ではスカジー規格を初採用。これによりハードディスクドライブだけではなく多彩な周辺機器との接続が可能となった。 X68000XCB。 1991年5月発売。初代発売から4年経過しており、他メーカーの演算性能が X68000 を超える状況となった。市場とユーザーの期待に応えるために CPU クロックと 10MHz から 16MHz へ変更。製品名はローマ数字の16を意味する XCB とした。本体に周波数切り替えスイッチがあり、従来の 10MHz 対応ソフトも対応可能であった。デザインも核を強調したソリッドなデザインへ変更された。 X68000 コンパクト。1992年2月発売。記録媒体に 3.5 インチフロッピーディスクドライブを採用してサイズを 44% とした。本体形状は本をイメージしてデザインされている。スウェード塗装の効果もあり、上品な印象となっている。ハードウェア仕様はXCBに準じている。 X68030。 1993年3月。 X68030 はユーザーが長く待ち焦がれていた純然たる32ビット CPU を搭載した X680X シリーズの最上位機種であり、同時にシリーズ最終モデルとなったマシンである。 CPU の処理速度はキャッシュオン時で 10MHz 機の43倍、 16MHz 機比で 2.4 倍まで引き上げられており、 SX、Windows をより快適に活用できるようになった。標準メモリは 4MB に拡張された上に高速メモリアクセスを確保するため、XCB 同様に専用のメモリソケットを設け、数値演算コプロセッサも安価なマッキントッシュ用を流用できるよう PLCC パッケージソケットが採用されている。68030に搭載された CPU はモトローラ製の 68EC030 で、68030から MMU メモリ管理ユニットを削除した廉価版。ヒューマン 68系は MMU に対応していないため特に問題はないが、16MB 以上のアドレス空間を利用する増設メモリやネット BSD などシャープ純正しない外のハードやソフトを活用する際に必要であり、自分で68030へ CPU 換装するユーザーも多かった。グラフィックやサウンドなど CPU 周りを除いたスペックは従来モデルと同じだが、そのままでは動作しないソフトも多く、旧ソフトの互換性維持を目的として本体ロム内にヒューマン 68系 2.5 が内蔵されている。それでも動作しないソフトも数多く、X68030 対応のパッチプログラムを作成するユーザーも現れた。1993年5月にコンパクトモデルも発売されている。過去のソフトの大半が5インチフロッピーであったこと、2ヶ月先行の X68030 をユーザーが購入したことからレアモデルとなっている。 X68030 誕生についてシャープトリーつとむしインタビューがログイン1993年4月16日号に掲載された。インタビュアーはずんだもん。シャープの金石は四国メタンでお届けする。従来の X68000 から32ビットになって一気に性能アップした X68030 が発売されましたね。はい、今度の
の X68030 は CPU に68030を使ったことで X68000 Xbit の 2.4 倍から4倍という高速処理を実現しています。Xbit の4倍とはかなりのスピードアップですね。今までの X68000 では処理速度の不足という足かせがあったため SX、Windows やヒューマン68形状でソフトを作りづらかったんです。しかし X68030 で大幅な高速化を図ったことによってそれが可能になりました。それでは X68030 が発売されたことによってこれから SX、Windows 上で動くソフトが増えてくるというわけですね。そうなるはずです。これまで SX、Windows 上で動くゲームソフトには SimEarth しかありませんでした。しかし今後発売される予定のゲームソフトのラインアップには SX、Windows 対応のものがいくつか入っていますよ。価格競争が激化している今 X68030 の39万8000円という価格設定は高くはありませんか？そうは思いません。うちのパソコンは価格ではなく性能で勝負しているのです。それに単なるスピードアップだけではなくソフトのバージョンアップもしました。 SX、Windows、ヒューマン68系、SK68 系がそれぞれ 3.0 にバージョンアップしました。これにより使用環境がかなり良くなりました。このことも考えればこの価格にも納得していただけるはずです。なるほど、単にハードの性能アップということではなくソフトや環境も含めてトータルにパワーアップしたわけですね。そうです。安いパソコンはたくさんありますがうちのマシンのユーザーの多くはクリエイティブな作業に使用してますから。と言いますと？ご存知のように X68000 ユーザーにはパワーユーザーが多いですよね。これは X68000 がクリエイティブなパソコンだからです。X68000 は自由にいじってもらうように作ったパソコンなのです。だからユーザーの開発環境をさらに快適にするために SX、Windows 開発キットも発売しました。これは SX、Windows でソフトを作る人のためのツールで重さは 4.2kg もあります。4.2kg という重さの中にサンプルプログラムなどがぎっしりと詰まっています。ゲームを作りたい人には最適ですね。最後にユーザーに対して何か一言お願いします。うちの X68030 は車に例えるとスポーツカー、カローラなどの普及車ではなくスポーツカーに乗りたい人に買ってもらえれば嬉しいですね。笑い。X68000 は周辺機器も豊富であった。最近のメガドラミニ2で話題になったサイバースティックも X68000 用であった。そんな X68000 の拡張機能で特筆すべきはミリ対応であろう。それまで一部の愛好者のものであったが38万キロの虚空で初めて採用されそれ以降さまざまなゲームに採用される。サントラも発売され多くのゲーム少年にとって憧れの存在だった。4. 対応ソフト。さてここから X68000 を盛り上げた名作ソフトを少し紹介しよう。X68000 といえばハイレベルなアーケード移植の数々が印象に残っている人も多いと思う。そもそもエレクトロニクスショーでお披露目した時の目玉がグラディウスのデモだった。この時点で X68000 のソフトラインナップ傾向は決定づけられたと言っても過言ではない。グラディウスを移植した SPS や初のサードパーティー製ソフトゼビウスの電波新聞社はもちろんのことホームデータやシステムサコムといった畑違いのメーカーまでアーケードゲームの移植合戦に参加しユーザーを楽しませることとなった。 X68000 のアーケード移植で難点となったのは 256×256 という特殊な解像度であり横に長い扁平ドットは移植する上での大きな障害となった。当初はドットを書き直すなどの対応をとっていたメーカーも多かったが中期以降は 384×256 といった変則解像度に対応するなど各社ごとに工夫を凝らすようになった。なお他パソコンからの移植も解像度がネックになることが多く 768×512 ドットモードの中央に 640×400 ドットの画面を表示して黒余白のままというベタ移植も多かった。X68000 は家庭用ゲーム機を上回るスペックを持ちながら必要な開発用ドキュメントや仕様が一通り公開されていたこともあり自分でゲームを作ってみたいという創作欲求を満たしてくれるハードでもあった。そのためアマチュアや異業種からゲーム
ム開発に参入するパターンが多かったのも特徴と言える。その中でも代表格と言えるのがズームとエグザクトの2社で、ジェノサイド1989年とナイアス1990年でそれぞれデビュー。ハイレベルな内容でユーザーを驚かせた。以後2社は新作を発表するたびに大きな注目を集め、両社の最終作であるオーバーテイクとジオグラフシール YX68000 の能力を絞り尽くした大作で優秀の美を飾っている。両社とも X68000 の市場終焉後は開発の舞台を家庭用ゲーム機の世界に移し、X68000 開発の頃に培ったノウハウにさらに磨きをかけて多数の名作を世に送り出している。初期の作品群をずっと遊んでいた X68000 ユーザーにとって家庭用ゲーム機の世界で活躍する両者の姿は誇らしい記憶の一つと言えるのではないだろうか。X68000 のソフト流通経路の画期的な手法としてソフトベンダータケルの存在がある。タケルは内部にハードディスクと CD-ROM ドライブを内蔵した世界初のパソコンソフト自販機で、客が購入した際にそのデータをフロッピーディスクに書き込むことで販売する。1枚の書き込みに70秒程度要する。対応機種は X68000 のみならず PC9801 をはじめ当時の主要パソコンハード用ソフトを扱っていた。マニュアルは本体株からプリントアウトされ、ページの多いものは郵送での対応も行っていた。ソフト流通が少なくなった旧世代ハードにとっては在庫切れの心配がないタケルの存在は心強く、また後期には同人ソフトの販売も行っていたため、ことアマチュア活動が活発な X68000 ユーザーにとって非常に重宝した。ここから年代別に紹介する。1987年 X68000 の発売年にリリースされたゲームソフトはバンドルされたグラディウスを含めて8タイトル。全くの新規ハードな上に開発ツールなどもほぼゼロの状態からのスタートだけに各メーカーも手探り感を感じさせるラインナップである。そんな中において頭一つ抜けていたのは電波新聞社であり、同社がさまざまな機種に発売してきたゼビウスをいち早くリリース。他社製アプリケーションの第1号の称号を得ると同時に X68000 に電波新聞社ありといった存在感を見せつける格好となった。グラディウスシャープにより開発され本体に同梱。 X68000 のスペックをアピールするために開発されたいわゆるメコピであり完全移植ではないが、当時圧倒的な移植度であり X68000 のポテンシャルを表すには十分だった。多くの少年たちが憧れの眼差しで X68000 を見上げるきっかけとなったソフトである。スペースハリアー電波新聞社。1985年にアーケードで稼働した化け物クラスの基盤で動いていたスペースハリアーを X68000 に移植。その移植度は素晴らしく、アーケード稼働の 32X やサターン版発売まで最もアーケードに近いスペースハリアーだった。移植は PC6001 にスペースハリアーを移植した天才プログラマー松島哲が担当。松島氏は 32X 版とサターン版も担当することになる。その完成度にシャープも驚いたという。ゼビウス電波新聞社。アーケードからの移植作、地上絵を描いた背景と多くの謎によってシューティングゲームに奥行きある世界観を初めてもたらした人気タイトルで、オリジナルはナムコによって開発され、電波新聞社が移植した音質はやや異なるものの、グラフィックの再現度は高い。回転する鉄板のような飛行物体バキュラについて本作のパッケージ裏にザッパー256発で破壊できると記載されているが、これは当時あった噂の一つであり、実際は破壊不可能となっている。ソフトでハードな物語システムサコムノベルウェアシリーズの第2弾。当時としては珍しいゲーム業界の内幕を描いており、他のノベルウェアと比較して難易度はやや低く抑えられている。主人公は大学生ながら健康が優れない父親の代わりに中堅ソフト会社の社長になる。そこで地味猛量のような社内のスタッフや雑誌社などの業界人と駆け引きしながらゲームの開発と大成功を目指す内容だ。同業他社のネタを容赦なく盛り込んでいることでも知られており、鉄頭鉄尾シュールなネタが表示される。闇の血族ステムサコム。ステムサコムがリリースしたノベルウェア闇の血族
X68000 版がオリジナルの人気アドベンチャー。ゲーム内容は鋭い勘を持つ本作主人公の伊沢美優の周りで次々と怪事件が起きたことから始まる。美優の勤め先であるアパレルスタジオに所属するモデル2人が変死体となって発見されたのだ。全身の血を抜かれた彼女らの怪奇なしに震える周りの人々だったが、美優はある違和感を覚えていた。事件の核心は南米へ。そして隠された血の意味とは。フルスロットルシャープ。1987年にアーケードでリリースされた対等のフルスロットルを移植したタイトル。アーケードでは大型筐体を使いスピード感を重視したレースゲームとして当時話題となったが、移植に当たり画面描画をダウンコンバートすることでスピード感の再現、 BGM も FM 音源部分をそのまま使用している。1988年発売された X68000 用ゲームソフトは66タイトル。高品質なグラフィックを売りに開発参入したメーカーが続々と現れ、ソフトが充実してきた時期である。もっとも一部のメーカーを除いてプログラムやデザイン面でハイスペックに振り回されていた会社も多く、開発ノウハウの蓄積にはまだ時間を要することとなった。ユーザーを驚かせたのはシャープの存在で、グラディウスの開発を担当した SPS と組んでアルカノイド、ツインビー、サラマンダなどアーケード移植タイトルをシャープブランドで矢継ぎ早にリリース。源平トーマデンやドラゴンスピリットの電波新聞社と並んで X68000 ハイレベルアーケード移植の流れが定着していくこととなる。源平トーマデン電波新聞社。アーケードで人気だった和風アクションゲームの移植作。横モード、平面モード、ビッグモードの3パターンの映像があり、当然家庭用では圧倒的な移植度であった。桃太郎伝説、ハドソン。ファミコンからの移植となるが、氷を X68000 の色表現で再現したため、どこから氷かわからないというのがある意味伝説となった。ドラゴンスピリット電波新聞社。ナムコシステム1を利用した縦画面スクロールシューティングゲーム。 YM2151 とカスタム30が美しいサウンドを奏でた。 X68000 の機能を最大限発揮し、高い再現度で移植。エンディングのコーラスはカスタム30が奏でるのだが、 X68000 版ではサンプリングで再現した。サンダーフォース2テクノソフト。前作のメインであった任意スクロールのトップビュー面に加えて、後のシリーズに引き継がれる強制横スクロール面や多彩な武器を切り替えるシステムなど、シリーズの方向性に大きな影響を与えた。サラマンダ、シャープ。グラディウスの続編サラマンダも X68000 に移植された。移植度も上がり、アーケードの攻略法もそのまま使えるなど、多くのファンに愛された。レクシビでは重くなる動作速度が改善される。メゾン一国完全版スペシャルマイクロキャビン。 MSX 含む多くのパソコンで発売された作品。X68000 の機能を生かして多機種より美しいグラフィックとなっている。キーとなるシーンでは島本隅の声を聞くことができた。ボスコニアン電波新聞社。ナムコの全方向スクロールゲームの移植。本作の特徴は永田秀康と小城雄三氏による新 BGM を収録。アーケード版はほぼ無音だったので雰囲気が様変わりしている。1989年この年に発売された X68000 用ゲームソフトは112タイトル。アフターバーナーや R タイプ、スーパーハングオンなどのアーケード移植はもちろんのこと、幅広いジャンルのソフトが発売され、パソコンソフト売り場でも一定の割合を占めるまでとなった。この年にオリジナルソフトジェノサイドによる X68000 発のゲームメーカーズームが鮮烈なデビューを果たしており、さらに回転機能をソフトウェアで再現したエジャックス。引っ提げてのコナミ自ら X68000 へのソフト供給に参入。本格アナログコントローラーサイバースティックをアフターバーナーと同時発売するなど、 X68000 に関するトピックの多い1年だったと言える。パックマニアシャープ。アーケードの名作パックマンをルールそのままにアレンジされたパックマニアを移植。美しい映像とサウンドは健在。アフターバーナー2電波新聞社。
こちらも 32X とサターン版が発売されるまで最も完成度の高い移植だった。さすがの X68000 でもセガ X ボードにかなうわけがない。煙はテキスト面を利用してメッシュで表現した。色付きに変えるパッチが出回った。静止画としては FM タウンズ版が勝っていたが、ゲーム全体の完成度は X68000 版が上だった。当時の少年たちにとってとんでもない憧れの存在であり、電気店のデモ映像を指を加えて見るしかなかった。ゲームをマウスとキーボードで操作することでアーケードに近い操作を可能とした。 R タイプアイレム、アーケードでの名作の移植。開発は難産であり、延期を重ねての発売となる。キャラクターが小さかったり、 BGM のキーが違ったり、敵のアルゴリズムが違ったりと相違点はあるが、最もアーケードに近い R タイプとして多くのユーザーに愛された。ジェノサイド、後に数々のオリジナルゲームを発売するズームのデビュー作。プレイヤーは巨大人型ロボットトレーサーを操作し、武器となるサーベルで敵を切る爽快なゲーム。本作の2年後には様々なパワーアップを施したジェノサイド2がリリースされた。ファンタジーゾーン、こちらもサターン版が発売されるまで最も完成度の高いファンタジーゾーンだった。敵の基地がスペースハリアーになるドラゴンランドやアレンジ曲でプレイできるなど、忠実移植と合わせてアレンジモードも好評だった。エイジャックス、コナミ。 2D ステージはヘリコプターを、3D ステージは戦闘機を操作するアーケードシューティング。エイジャックスの移植作。 2D ステージでは縦画面を再現するために変更スクロールを用い、 3D ステージのボスシーンではソフトウェアによる回転拡大縮小の処理を行っている。スーパーハングオン、シャープ。セガ体感ゲームシリーズよりスーパーハングオンを移植した作品。バイクレースをテーマとした作品で、ビギナー、ジュニア、シニア、エキスパートと4種類のコースが用意されており、それぞれ難易度と距離が異なる。本作の特徴は、一定のスピードに達するとターボが発動可能となり、時速 300km 超えの速度での走行が可能なこと。直線や緩やかなカーブが続く場面ではぜひ活用したい。4種類ある楽曲から好みのものを聴きながらゴールを目指そう。デスブリンガー、日本テレネット。日本テレネットが5周年記念作品として発売した RPG。 移動画面を疑似 3D で表示する一方、戦闘画面は戦略シミュレーション風の 2D 見下ろし型で進行する。 3D 画面では敵が距離に応じて表示されるので、危険を感じた場合は回避が可能。経験値が表示されず、各スキルに経験値が割り振られるシステムだ。サバッシュ、ポップコムソフト。当初、落語家の三遊亭円城がシナリオを手掛けたファンタジー RPG。 主人公のマーリーが村を襲った魔王ダルクに復讐するストーリーだ。 AI によるオートバトルと広大なマップに高い難易度が特徴だ。他にもパーティーメンバーに日当を払ったり、通貨が3種類存在するなど独自のシステムを有している。モトス、電波新聞社。磁気を操作して敵を体当たりで落とすシンプルなルールで人気を博したナムコのモトスの移植タイトル。集めたパワーカプセルをステージ開始時に装着&強化すると丸腰では重たくて動かせなかった敵も落とせるようになる。 X68000 版で新たに用意されたオリジナル曲も多数用意されている。無限戦士バリス2、日本テレネット。前作無限戦士バリスの続編として登場した本作は、前作と同じく女子高生仮想優子推し役とした横スクロールアクション。新たな敵3人をメガスを倒すことが目的だ。先行型機種版からビジュアルを強化し BGM をアレンジ。声優陣も変更され、エンディングはフルボイス化された。1990年発売された X68000 用ゲームソフトのタイトル数は141本。前年のズームに続いて X68000 発のメーカーエグザクトがこの年にデビューしている。このような X68000 専業メーカーが気を吐く一方で、 PC9801 と開発リソースを共通して手堅くソフトをリリースする方向に転換するなど、各社なりのソフト開発戦略の傾向が現れてきた時期である。サンダーブレード、シャープ。アーケードで展開されたセガ体感ゲームシリーズサンダーブレードの移植版。ヘリコプターを操作するシューティングでトップビューによる高低差を表現する拡大縮小処理。
3D 描画によるゲーム展開とファンだけでなく当時 X68000 を使っていたゲームクリエイターたちをも驚かせた。シャープのテレビ CM でもゲーム評論家の山下明氏がプレイをしているシーンが印象的で、ベースやリズムセクションを強調したかっこよい楽曲の数々も忘れることができないおすすめのタイトル。バブルボブル電波新聞社。ゲームセンター人気を博したバブルボブルの移植でプレイヤーはバブルン&ボブルンを操作し泡を吐き敵を閉じ込め破裂させるという固定画面アクション。上級者向けモードサイバブルンも収録されている。ステージクリア時に画面上に溜まった泡がお菓子に変化することも。ワンダラーズフロムイース日本ファルコム PC8801 版がオリジナルとなるシリーズの第3作目後年のイースより先の発売となったが、ストーリーの時系列的には本作の方が後となっている。画面枠のデザインなどは前作と似ており、本作では剣によるアタックとジャンプを駆使するサイドビューのアクション RPG となった。 X68000 版は 256×256 ドットの画面モードによる重ね合わせ処理にハードウェアスクロールを生かしたグラフィックとなっており、 TCM を同期した多数の楽曲も本作の魅力となっている。グラナダウルフチーム。ウルフチームが発売した全方位スクロールシューティング。プレイヤーは戦車グラナダを操作し、通常弾に加え発射の反動がある強力なブラスターを使い全球ステージを攻略する。特にステージ2の多重スクロールで表現された空中戦艦での戦いは迫力満点。ブラスター発射の衝撃で上空から落ちないように気をつけながら進んだ先に回転処理を施したボスが現れる演出でユーザーの度肝を抜いた。楽曲や効果音も非常に評価され後にメガドライブにも移植されている。サイバリオンシャープ1988年に発売された対等のアーケードゲームサイバリオンの X68000 移植版。ゲーム内容はドラゴン型戦闘機サイバリオンを8方向に動かし、迷路となったステージのどこかに潜んでいる各ボスの部屋を探して倒し進んでいく。 X68000 版もオリジナル同様の操作にてトラックボールマウスでの操作が可能。回転速度により移動速度に変化が生じるのでそれを活用して攻略をしよう。雑魚キャラが巨大化したボスが多く存在する。ナイアスエグザクト。数々のオリジナルゲームを X68000 にリリースしてきたエグザクトの第1弾ナイアス。磁気のレバー入力により前後に動く援護機体のオプション、数々の種類のショットを使い分けて進んでいく横スクロールシューティング。当時アーケードゲームダライアス2などでも演出として使われて話題となったラスタースクロール、背景画像などを左右に歪める画面効果を取り入れて制作されている。ゲームは手頃な難易度と攻略要素も高いことから多くのファンを獲得したタイトルだ。ソルフィスウルフチーム X68000 専用に発売された横スクロールシューティングソルフィスを操り全7ステージを攻略しよう。時期に備えた3つの拷問はユニットの取得による交換が可能で様々な形態を取ることができる。拷問は時期の動きに合わせて角度が変わり攻撃力を集中させることも広範囲への攻撃も可能だ。また各ステージの最後には戦艦型や有機器生命体系といった巨大なボスが登場しユニークな攻撃で時期の行く手を阻んでくる。サークマイクロキャビン。16歳の少年が徳が妖魔界から降り立ったバドゥを倒し王国を救出するのが目的のロールプレイングゲーム。本タイトルは奥行きや高低差の表現を自然に見せる VR システムにより描かれるグラフィックに定評があり、サンプリング音同期の数々の楽曲はオリジナルの PC88 版をさらに豪華になった。エメラルドドラゴングローディア PC8801 版エメラルドドラゴンのアレンジ移植。 X68000 向けにグラフィックを書き直しておりゲーム内での演出などもマシンの機能に合わせた形で新規に追加されたことも変更点として挙げられる。オープニングディスクを入れて OPT2 を押しながら起動をするとミュージックモードが楽しめる。ラグーンズーム X68000 のオリジナルゲームを数々開発したブームの第2弾。レイクリーランドの危機を救いに少年ナセルが一人前の戦士になったある日、闇を支配する未だ見ぬ敵を探すために彼は旅立つ。襲いかかるモンスターを剣で倒し足場の悪い場所は
の表現が秀逸で雲が流れる丘の上の見晴らしがまた気持ちよい。アークス2ウルフチームアークスの続編。前作では少年だったハーフエルフのピクトが22歳に成長し、新たな冒険の旅に出る。システムは前作の疑似 3D から 2D フィールドタイプへと変更となり、経験値を稼ぎレベルアップする方式に変化した。また戦闘では武器を持った腕を負傷させる V 攻撃が可能となった。アークシュカゲロウの時代を超えてウルフチームアークス番外編と銘打たれた自社パロディ作。アークスシリーズの主人公でもあるジェダ、本作ではジエダとピクトが次元の穴を修復すべく3本の聖剣と各次元にばらまかれた CG を集めるため冒険を繰り広げる。アニメや漫画などの他に自社タイトルのパロディがふんだんに盛り込まれている。ダンジョンマスタービクター音楽産業。当時としては革新的で画期的なリアルタイム RPG。3D で高速描画されるダンジョンとそこに仕掛けられた様々な罠。突然襲ってくるモンスターとシステムは当時軍を抜いてリアルだった。4人の勇者でパーティーを作りロード、カオスを捉えよう。ジェミニウィング、システムサコム。昆虫に支配されてしまった世界で機密指令、ジェミニウィングを遂行し、世界を救うのを目的とした縦スクロールシューティング。敵を倒すと入手できる8種類のガンボールは時期を追尾する形でストックされ、取った順に特殊攻撃が可能だ。2人同時プレイではガンボールを調節し、ボス戦で役立てよう。1991年発売された X68000 向けのゲームソフトは143本。発売本数の上ではこの年がピークとなった。同年にエクシビが発売され、X68000 シリーズも丸4年。次のステップへの進化が求められていく中でシャープの取った選択は CPU の高速化であった。エクシビの発売を時と同じくして一部ユーザーの間で旧機種のクロックアップ改造が流行っており、この流れはマシンパワーに不満が出始めていた表れと言えるだろう。またこの年の大きなトピックとしてミディの本格普及が挙げられる。ローランドの MT32 が起爆となりゲームでもミディ対応ソフトが増えたことから導入ユーザーが急増。この年にローランドから SC55 が発売されたこともあり、X68000 ユーザーの定番周辺機器となった。マーブルマッドネスホームデータ。斜め見下ろし視点のアクションゲームでアーケードから移植された作品。様々な罠や敵の待ち受けるコース内でビー玉を巧みに転がし、ゴールにたどり着けばステージクリアとなるルールだ。キーボードやジョイスティックでももちろん操作可能だが、68000版はマウスがトラックボール操作に対応しているので、アーケード版のような雰囲気で操作できるのは本作での嬉しい点。さらに本作にはアーケードレース、タイムトライアルの2つのモードが用意されている。オリジナルは OPM、YM2151 初期の作品であり、ゲーム業界に衝撃を与えた伝説のゲームである。メルヘンメイズ、SPS。斜め見下ろし視点のアクションシューティングでアーケードからの移植作。鏡の中の世界に引き込まれた少女のアリスは魔法のストローから出るシャボン玉を武器に大量に迫り来る敵を倒しつつ、最後に待ち受けるボスを倒せばステージクリア。シャボン玉はタメ打ちもできる。ノスタルジア1907、シュールド、ベーブ、タイタニック号をモチーフとした推理アドベンチャーゲーム。北大西洋を航海中の豪華客船ノスタルジア号で爆破事件が発生し、犯人の疑いをかけられたカスケが真犯人を探るために情報を集めていく。キャラクターたちの複雑な人間関係、芝居がかったセリフ回し、セピア調で統一されたグラフィックがクラシック映画のような雰囲気を放つタイトルだ。取り調べの際に、積極的、消極的といった態度の違いで情報を聞き出すシステム。ゲーム後半の爆弾解体シーンも特徴的。メガ CD にも移植されている。パロデュースだ。神話からお笑いへ。コナミ。パロディをテーマとし、後にシリーズ化していくおなじみコミカルシューティングの2作目。自社開発でコナミがリリースした本タイトルは、アーケード版を忠実に移植し、1991年度には X68000 市場で大ヒットを果たしたことで覚えているユーザーも多いだろう。道中はアイレム、R タイプの巨大戦艦をオマージュした敵艦隊が出現するほか、ゲーム BGM にも聞き覚えある楽曲のアレンジが起用されている。ネタの数々に笑い、
が込められたおすすめの一本だ。ファランクス、ズーム、ジェノサイド、ラグーンなどオリジナルゲームを開発してきたズームの第3弾は横スクロールシューティング。緻密なグラフィックとサイスクロールによる奥行きのある映像、多彩な構成を仕掛けてくるボスキャラクター、そして各ステージで流れる名曲の数々と盛りだくさんの魅力が込められている。ステージ6では自社製品宣伝や128ビット X68090 といった看板が登場する。 X68000 を愛していたメーカーの粋な演出だ。全8ステージ構成。イース電波新聞社。今 RPG は優しさの時代へのキャッチコピーで大ヒットした日本ファルコム社発売のイースをもとに様々なアレンジを加えられ登場した異色作品。ストーリーこそオリジナルと同じだが、マシンスペックを生かした高解像度で描かれる美しいグラフィックに PCM サウンドを用いて編曲された数々の楽曲など、 X68000 のハードの機能を余すことなく使用し独自の世界観を持つタイトルとなった。キャメルトライ電波新聞社。ユニークなゲーム性で話題となった対等のアーケードゲームキャメルトライの異色作品。画面の中央にあるボールを軸として周りの壁や背景を回転させ、落下する形でゴールまで導くアクションゲームだ。 X68000 版はソフトウェアで回転処理を再現した高度なプログラムが高く評価され、パッケージにはパドルコントローラ同様の操作を可能とするためのアダプタが同梱。マウスに装着するとゲームセンター同様の操作感が再現できるようになっていた。ベタなツインビーコナミ。2人同時プレイで楽しむことができるコナミのアーケード縦シューティングツインビーの続編タイトル。プレイヤーはツインビー、クイーンビーを操作し、イーバ星人の侵略から惑星メルを救出するのが目的。合体して出せる特殊攻撃をうまく使って進もう。特筆すべき点はローランドのミリ音源 SC55 対応であること。素晴らしいアレンジに重厚なサウンドが話題となり、ゲームソフトと一緒にこの音源を揃えた X68000 ユーザーが大勢いたことも記憶に新しい。ジェノサイド2ズーム。前作ジェノサイド同様トレーサーを操作してサーベルで敵を切りまくるアクションゲーム。本作ではボタン長押しで敵へ体当たり攻撃をしてくれる援護ユニットベティの存在が大きく、耐久力の高いボスで有効となる。トレーサーの描き込みやモーションも充実しており、様々な場面でそれが伺える。敵も同様に多彩な攻撃を仕掛けてくるのだ。雷神&風神がボスとして待ち構えている場面は音楽とマッチした最も盛り上がる場面ではなかろうか。スター・ウォーズ・アタック・オン・サデス・スタービクター音楽産業。映画スター・ウォーズエピソード4の一部シーンをワイヤーフレームにて再現した 3D シューティング。ルークとなって X リングに登場し、デススターの中央反応炉につながる排熱溝にミサイルを撃ち込むのがゲームの目的だ。3ステージ目はトレンチを飛行するシーンで連邦軍の援護が現れたり、共に搭載した R2D2 が後方から攻撃を食らう展開。助けに来るファルコン号といった映画の盛り上がりを見事なまでに再現している。海外でも高い評価を受けたタイトルだ。音楽は小城雄三氏が担当している。アークス・オデッセイウルフチーム。アークスのキャラクターと世界観を使ったパラレルワールド的なタイトル。広告やパッケージのイラストは猪俣睦美氏によって描かれている。マニュアル内などのイラストは現在漫画家として活動されている山根和俊氏によって描かれている。そしてシステムはクォーター流のアクション RPG に改めた。登場する4人のキャラを操作して光の魔剣を取り戻そう。1992年発売された X68000 用のゲームソフトは昨年をやや下回った111本。シャープがコンパクトの発売に合わせて 3.5 インチ版の過去作品を発売した以外は新規ゲームタイトルのリリースからほぼ手を引いており、 SX、Windows 対応ソフトのリリースに注力していたこともゲームソフト界隈の話題の寂しさにつながった。その一方でカプコンがファイナルファイト手遅ればせながら X68000 へのソフト開発参入。同社のディスクエンベロープにストリートファイターのキャラクターが描かれていたことから、この調子だと移植もあり得るかもとユーザー間の期待を集めた。また
た電波新聞社はビデオゲームアンソロジーシリーズを開始。アーケード移植の新展開を迎えることとなる。グラディウス2、ウォーファーの野望、コナミ。ゲームセンターで大ヒットした前作の発売から3年後にリリースされたグラディウス2を移植したタイトル。 X68000 の機能を余すことなく使い、増設メモリに対応した一括ロード、ローランドの隠しミディ音源への対応、海外版タイトルの収録、設定資料集の同梱など贅沢な内容で発売された。大々的なキャンペーンも行われ、同封のアンケートはがきをコナミまで投函すると先着100人にグラディウステレフォンカードをプレゼントするサービスも行われていた。エイリアンシンドローム電波新聞社。侵略されたスペースコロニーに潜むエイリアンたちを倒し、母船の格納庫に待ち受ける最終ボスを倒すことを目的とした全方向スクロールアクションゲーム。各コロニーには捕らえられた仲間がおり、仕掛けられた時限爆弾が爆発するまでに救出しなくてはならない全7ステージ構成。レミングス、イマジニア。海外でヒットし日本国内でも数多くのハードに移植されたアクションパズル。プレイヤーは画面内を一方方向に向かって歩き回るレミングスに穴掘り、壁登り、階段作り、多少の犠牲が出るが壁破壊可能な自爆などをマウス操作で指示し、彼らの多くを無事に出口まで導くのが目的だ。ファイナルファイト、カプコン。巨大犯罪集団マッドギアに上げ割れたジェシカを救出するため、ハバー、コーディ、ガイを操作して挑むカプコンの人気ベルトスクロールアクションの移植タイトル。パンチ、キック、投げ技にボタン同時押しで出せる必殺技を駆使し、スラム街や地下鉄に工業地帯とあらゆる場所で迫り来る敵をなぎ倒していく。ハードの制約で敵キャラクターの出現数が同時に4体までとなっているが、雰囲気など再現性の高い両移植。特典として貴重な音源入りの 8cm スペシャル CD を同梱。オーバーテイク、ズーム。実名ドライバーやチームの登場。FOCA 公認作品で話題を呼んだ F1 がテーマの 3D レースゲーム。有名レーサーの顔アップから始まるオープニング映像に衝撃を受けたユーザーは多く、リアルなゲーム画面に内蔵音源足すミディ音源の数多くの豪華な楽曲。ハンソフトではいち早く多重 PCM 再生に取り組んだことも記憶に新しい。発売日前に市ヶ谷シャープエルムホールで本タイトル発売記念イベントやタイムアタック大会が開催され、多くの X68000 ユーザーが集った。テラクレスタ、ムーンクレスタ、電波新聞社懐かしのアーケードゲームの数々のタイトルを X68000 で復刻することを目的としたビデオゲームアンソロジー第1弾。日本物産株式会社の名作にタイトルがセットになっており、本体のフロッピーディスクドライブの0番と1番を使い分けそれぞれのゲームが起動する。2から5号機と合体し炎の鳥となって進むテラクレスタ。1から3号機と時期がどんどん大きくなるムーンクレスタ。ビデオゲーム黎明期の頃の思い出が詰まった日本が遊べる。ストライダー飛竜、カプコン、ファイナルファイトに続くカプコン CP システム作品の移植第2弾、ストライダー飛竜。一部画面デザインなど異なる部分があるが、本作の持つ魅力とゲームをほぼそのままに移植したファン必須の一本。武器となるサイファーでの攻撃やジャンプ、そして各場面でスライディングを駆使し前後ステージを進んでいく横スクロールアクション。場面ごとに合った哀愁漂う BGM も評価が高く、ステージクリア後のアニメシーンでは敵ボスと飛竜の会話もあり盛り上がるのだ。1993年発売された X68000 用ゲームソフトは104タイトル。タイトル数こそ下回ったものの、ホームデータが魔法へと社名変更して画廊伝説および画廊伝説2を発売。隔月間ペースで懐かしのアーケードゲームを復刻移植する電波新聞社のビデオゲームアンソロジーシリーズ。コナミの超絶プログラムの結晶、悪魔城ドラキュラ、カプコン待望のストリートファイター2など多数の名作が発売された。究極タイガー、金子製作所。アーケードで人気を博した東亜プラン製の縦スクロールシューティングを移植した作品。東亜プランシューティングとしては2本目となる。ヘリコプターを操り戦場をくぐり抜けていく内容となっている。アーケード基盤を超える性能を持つ X68000 により、
本作は移植作としては究極の完成度といえる代物となり、当時のシューターの多かった X68000 ユーザーを納得させる結果となった。またおまけゲームとして究極タイヤーというドットイートゲームを収録している。チェルノブ電波新聞社マイコンソフトが展開したビデオゲームアンソロジーシリーズの第2弾はデータイスト社のアーケードアクションチェルノブ。原発事故を受けその影響で超人となった炭鉱夫チェルノブが悪の組織デスタリアンと戦う内容だ。ゲームは8方向レバーとショットジャンプ振り向きを行う3個のボタンを使い、自由の女神像の前で待つラスボスを倒せばクリアとなる強制スクロールが用いられているため常に走るチェルノブの姿が印象的な作品だ。イリュージョンシティマイクロキャビン 2020X 年年の香港を舞台にしたサイバーパンク RPG。 イベントシーンでは当時主流だった1枚絵に代わり同社が開発した操演システムを採用。フィールドキャラを使った演出が施されている。またサークと同じ VR システムを実装し、多重スクロールによるステージの奥行きを表現したビブルラブル電波新聞社。多くのユーザーが待ちわびたナムコのアーケードゲームの移植ビブルラブルを2本のレバーで操作し、互いに伸びた線を杭にかけ、フィールド上のキャラクターを圧し囲むすることで捕まえられるユニークなアイディアと美しい画面で当時のゲーマーを虜にした作品。タイトルには専用ジョイパッドが付属。テーブル筐体で遊んだプレイヤーには懐かしい宝箱の上に置いて場所確認するバッシュマーカーモドーコン。発売当時の思い出に浸ることができる悪魔城ドラキュラコナミ。ファミコンのディスクシステムで発売された悪魔城ドラキュラのリメイク作品。プレイヤーは主人公シモンを操作し鞭を振り、隠し攻撃に役立つ魔法と共に進む。本タイトルはコークロック機で動作をさせると場面によりアニメーションが滑らかになり、時計台の歯車の回転や最終ステージの炎、ドラキュラ伯爵直前の暗雲と細かい作りが生きてくる。周回プレイが可能で6周目では血の涙を流す女神像が鼻から血を流しているなど、ちょっとした制作者のお遊びもある。画廊伝説 SNK の看板キャラクターとなったボガード兄弟とジョー東が初めて登場することとなった格闘アクションゲーム。アーケードではプレイヤー同士の対戦は実装されておらず、2人プレイは協力して CPU を倒すというアクションゲームの延長といえるものであったが、 X68000 版はすでにアーケードにリリースされていた画廊伝説2新たなる戦いを参考に同キャラクターでの対戦が実装されていた。コットンエレクトロニックアーツビクター。とっても食いしん坊なコットンは好物のウィローのことで頭の中がいっぱい。世界では魔物が暴れているがそんなことはお構いなしに好物を探す旅へとさまよう。妖精シルクに促され魔物を倒しつつも食い気は収まらず、そんな愉快なストーリーの横スクロールシューティング。2019年にはレトロゲームショップビークから難易度調整し再販され、2021年には X68000 版を収録したコットンリブートが発売された。ネメシス90回 SPS コナミの発売した MSX 版グラディウスに OX68000 にリメイクしたタイトル。1990年頃のリリースを予定していたが開発の遅れで3年後の発売となってしまい、待ちに待ったユーザーも多かった。その代わりゲームシステムはそのままにグラフィックの大幅な強化、演出面で特殊な画面処理が施され、袋では隕石ステージ、水のステージが追加され往路でクリアしたステージのスクロール速度を見直し、ステージ滞在時間の短縮が図られた。ストリートファイター2ダッシュカプコン対戦格闘ゲームブームの火付け役ともなったストリートファイター2をバランス調整し、同キャラ対戦や前作では敵キャラクターだった四天王の使用を可能としたストリートファイター2ダッシュの移植作品。 X68000 版は完成度が高く、アーケード版同様の操作をするために6ボタンに対応した CPS ファイターパソコンアダプタが同梱され、カプコン製ジョイスティックやメガドライブパッドを使用することでアーケード版と同じ興奮を味わえた。画廊伝説2新たなる戦い魔法対戦格闘ゲームがブームとなった時代にアーケード作品として SNK からリリースされた
画廊伝説 2OX68000 に移植したタイトル。オリジナルは MVS ネオジオ。作品で各キャラクターの操作にパンチ&キックさらに強弱を用意し、その操作を X68000 で可能にするために魔法パッドと呼ばれるボタン仕様のジョイパッドがパッケージに同梱され話題に。1994年ゲームソフトは47タイトル、そのうち15タイトルをタケルのみの販売作品が占めており、誰の目にも X68000 市場の衰退を感じさせる1年となった。そんな中で注目はフィルインカフェ開発、ファミリーソフト発売のマッドストーカーとアスカ 120%。 両社とも古くから X68000 向けタイトルの開発・発売に力を入れていたメーカーだが、この円熟の時期に上記の2タイトルをリリース。後にコンシューマー移植を果たす人気タイトルとなったジオグラフシール、エグザクト。数々のオリジナルゲームを作ってきたエグザクトの最後のタイトル、ジオグラフシール。アクション、シューティング、迷路脱出と 3D の魅力を存分に伝えられる目的の違った各シーンは、ステージ開始前の説明を受けてスタートする。ポリゴンにより描かれたゲーム画面は 10MHz のマシンでも快適に動作し、より高クロックなマシンでは画面書き換えがより滑らかに。ぜひとも X68030 でプレイをしてみたいタイトル。空気遠近法を用いた円形描画など細かいところも見どころ。アスカ 120%、ファミリーソフト。X68000 版が最初にリリースされ、後に数々のハードで展開した 2D 対戦格闘ゲーム。登場するキャラクターは全員女子学生だが、ストーリーは意外にも生徒会から支給される活動費用を各部活に所属する学生が奪い合うために戦うという内容なのだ。タイトルのアスカ、科学部に所属する本田明日香が本作の主役であり、そこから取られている。対戦する相手の所属している部活動からも想像できるように、各生徒が得意技を持っている。大魔界村、カプコン。捕らえられた恋人を救いに勇者アーサーが冒険するアクションゲーム。カプコンのマザーボード CP システムの1タイトルである大魔界村を移植した作品だ。X68000 版は移植による完成度がとても高い一方で、市場に出回った本数が少ないため中古相場が高めとなっている。金の鎧を身につけることで発動可能な魔法は所持する武器により違う。各場面に適したものを選び進める。最終ボスに通り着くには2周クリアが必須となる。画廊伝説スペシャル、魔法。 SN 系の人気格闘ゲーム、画廊伝説スペシャル。我慢を辞して X68000 へ移植された。画廊伝説2からさらに処理速度の向上による快適なプレイに。 256×256 の画面モードでドットのスクショがされているが、アーケード版同様に楽しめる両移植として多くのユーザーが手にした。大容量データを扱うためにフロッピー9枚組で、2枚目以降のディスクには特殊フォーマットがされ、1枚につき 200KB ほど多いデータを記録するなど工夫がなされた。スターラスター、電波新聞社。全宇宙の平和を脅かす異生命体バッツーラ、その本拠地である暗黒惑星を発見し破壊せよ。ナムコによるコックピット視点の 3D シューティングで、ファミコンからの移植作。流れる星々をより美麗に描画するなどグラフィックやサウンドなどが強化され、サイバースティックや AE1AP などアナログスティックでの操作にも対応するほか、キーボードの LED の一部を機体状態のインジケーターにするなどアレンジ版の出来栄えが素晴らしい。ファミコン版も収録されている。スーパーストリートファイター2、カプコン。おなじみカプコンの対戦格闘ゲーム、スーパーストリートファイター2を移植したタイトル。新たに増えた4人のキャラクターと4つのステージが追加され、今までのキャラクターも一部技の追加や変更がなされたバージョンだ。X68000 版ではフロッピーディスクも6枚組となり、ハードディスクへのインストールが推奨されたが、環境が整っていればアーケード版同様のプレイが楽しめる両移植として多くのユーザーから高く評価された作品だ。1995年発売された X68000 用ゲームソフトは14タイトル。この頃にはすでに DOS、V マシンによる Windows 勢力が台頭しつつあり、11月に発売される Windows 95でその流れが決定的となった時期であった。前年で主だったメーカーは X68000 市場から撤退しており、
X68000 ユーザーの希望の光だった電波新聞社も6月に発売されたバラデュークを最後に13作まで続いたビデオゲームアンソロジーシリーズの幕を下ろすこととなった。逆にこの頃活動が活発だったのは同人ソフト市場で、反ソフトに引けを取らない作品がタケルを通じて発売されている。 X68000 を語る上でアマチュア活動の存在も大きかった。ビューポイント、ネクサスインターラクト、フィジ、ポリゴンを駆使したグラフィック&サンプリング音声によるクラブミュージックをメインとした楽曲起用で話題となった MVS。 ビューポイントの移植タイトル、タメ打ちによる波動砲に数種類のボム、時期を援護する2体のオプションとシンプルなゲーム構成で遊びやすく、敵や背景など細かい描画に色々なギミック、多彩な構成を仕掛けるボスと見どころも多数。残念なのは描画処理が重いことだろうか。ディグダグ2、電波新聞社、戦略的穴掘りゲーム登場。今度の舞台は海に浮かぶ島。パッケージ裏には収録に作戦がこのように紹介されたシリーズ第12弾。ナムコのディグダグ&ディグダグ2。主人公ディグダグが森を使い、敵を破裂させるのは両作品の共通点だが、ディグダグ2では前作が地底での戦いに対し、ドリルで島を崩して海に落とすという大胆なルールも。ゲーム、グラフィック、サウンドと細かい部分まで忠実に再現したディグダグをシリーズ通して楽しめる。バラデューク、電波新聞社、アンソロジーシリーズ第13弾にて最終タイトルとなるナムコの名作アクションシューティング、バラデューク。プレイヤーは宇宙辺境警備隊のファイターとなり、オクティ族に追われるパケット、黄色い一つ目キャラたちを救うため地下要塞、バラデュークへと向かう。ファイターは8方向に自由に動かせるが空中に浮いているためにショットを放つと衝撃で少し反対方向へ動く。各フロアのオクティ族を全滅させ6フロアごとに待っているボスを倒そう。1996年は X68000 のソフト販売が終了した年でもある。あとは同人での活動がメインとなる。プリンセスメーカー、ニュー。孤児となった少女を養女として引き取り、18歳までの8年間を育て上げる育成シミュレーションゲーム。勉強や習い事、武者修行、バイトなどの計画を立てていく。娘は様々な経験をすることでパラメータが変化し、それに応じたエンディングを迎えることとなる。娘の夢を叶えることができるのかはあなた次第だ。5. アマチュアシーン。当時各機種パソコンでの通信が流行っていたが、X68000 ユーザー間のコミュニティは独自の濃い空気で賑わっていた。今はインターネット常時接続が当たり前となった。家庭用に 10GBps のサービスまで開始された。当時はアナログ回線の時代。64から 128kbps の ISDN も普及が進んでいなかった。最初期は音響カプラーといって受話器に機械をかぶせて接続していた。その時の速度は 1200bps。今パケット通信で速度制限がかかると 128kbps となって遅いと文句が出るが、その100分の1の速度だ。その後速度は向上するも 9.6kbps で速い方だった。当然普通に電話代がかかる。深夜の料金が一定となるテレ放題は1995年からなので、当時は電話代金がとんでもなくかかった。都市部はまだ接続先が近いから安価であるが、地方はとてつもない金額となった。画像1枚がゆっくりと表示される時代だった。そんな中、70年代中頃生まれの少年たちは社会人、大学生となり、お金に多少余裕が生まれた。そこで X68000 を手に入れ、パソコン通信で交流を深めた。プログラムを公開し、ユーザー間で情報が共有され、お互い切磋琢磨し技術を競い合い貴重な時間を過ごした。おおらかな時代で、公開するファイルに住所など記載していた。3つのアプローチがあった。それぞれ紹介しよう。6. オリジナル同人ゲーム。スペックがアーケードに近く、自身でプログラム可能なハードは当時 X68000 しかなかった。ログインでコンテストが開催され、優秀な作品はタケルで販売された。代表的なソフトを見ていこう。超連射 68K。ファミベのヨッシンによって制作された縦スクロール型シューティングゲーム。X68000 用ソフトとして制作され、1995年に初版が公開。
1998年に 1.0 版が完成。後に超連写 68K 4 Windows として Windows に移植されている。 X68000 版は X68000 ユーザーに強い支持を受けたほか、同人ゲームでありながら1990年代最高のシューティングゲームの一つとして数えられることもある。現在は X68000 版、Windows 移植版ともにフリーソフトとしてダウンロードできる。7. 映像デモシーン。グラフィックス処理を得意とした X68000 は90年代中頃まで特に映像表示最適化が過熱した環境の一つだった。グラフィックス処理の高速化に関する書籍や雑誌記事も存在した。1991年第1回 X68000 芸術祭が開催された。多くの著名なクリエイターがこのコンテストを登竜門として利用してきた。1989年からプロジェクトチーム動画により始まる CG アニメコンテストは X68000 との関わりも深く、動画 CGA システムとして X68000 用 CG アニメ制作用システムソフトとして公開されていた。第12回 CG アニメコンテストグランプリ受賞は新海誠氏による彼女と彼女の猫である。こちらは Mac で制作されているが、新海誠氏は X68000 ユーザーでもある。日本ではアミガを扱った最初の書籍アミガパラダイスが1989年に刊行され、著者の桃園隆夫氏はフジテレビのウゴウゴルーが1992年から1994年でアミガによる CG パートを担当された。1990年代前半 X68000 が黄金期を迎えていた。ユーザーは X68000 こそ最強であると考えていた。そのような中 X68000 ユーザーの間で海外パソコンのアミガはもっとすごいらしいぞという噂話がちょくちょく飛び交っていた。国産パソコンユーザーにとってのアミガの印象は謎のパソコンだった。そして1993年頃、海外のデモシーンは全盛期ともいえる状況を迎えていた。ここでリリースされたデモは日本国内にも届いていた。中でも X68000 でリアルタイム 3D グラフィックスを研究していたプログラマたちにとって衝撃的だったのはアミガのメガデモ群だった。アミガ上でフロッピーディスク上2枚にどれだけの映像を詰め込めるかを追求した作品。わずか 7.16MHz の CPU と DMA のみでリアルタイム動作を実現している。動画圧縮もすごいが、衝撃的だったのは動画がキューブにテクスチャマップされるシーン。その衝撃はものすごく、これがアミガなのかと打ちのめされた X68000 ユーザーはさらなるリアルタイム 3D グラフィックス追求の道へ進むことになる。アミガのメガデモは図らずも X68000 の苦手な部分をえぐり出すような内容になっていた。X68000 はグラフィックスに強いパソコンだったが、リアルタイム 3D グラフィックスを想定した機能を持っていなかった。X68000 の VRAM は使いやすい反面で実行速度が犠牲になっていた。一方アミガは EMA を使った高速なグラフィックス描画を前面に押し出していた。この辺りの経緯を知る X68000 ユーザーは、アミガはリスペクトはするけれど宿敵という認識を持っていた。ゲオグラフシール X68000 1994年エグザクト DMA が描画に使えないので68000、映像は 16MHz 単体でソフトウェアレンダリングを行っている。高速化のためフレームバッファクリアをパレットチェンジで行う都合、ポリゴンは32色しか使えていない。それでもリザリングで色数を稼ぎ、フォグ効果で砂嵐の濃淡まで表現している。後にこの制作チームはプレイステーション上でジャンピングフラッシュをリリースする。この時期にシャープ X68000 上で作成されたメガデモが存在する。1994年にクラフトワークジャパンというチームが作成したペケデモという作品である。ペケデモは現時点で確認できている最も古い日本のメガデモである。一見してわかることはアミガのデモチームスペースボールの作品に対するリスペクトである。X68000 にはパニックデータと呼ばれる動画フォーマットが存在した。パニックデータは分類上は動画フォーマットであるが、内部にネイティブコードを含ませることができるのでほぼ実行ファイルである。当時 X68000 上でどれだ
ごいパニックデータが作成可能かという競争が起きた。こちらは聖マリアンヌ BBS の宣伝用に作られたパニックデータ1994年である。 BBS とは当時掲示板機能のみを持つサーバーに電話回線で直結して情報交換するというインターネット普及前のパソコン通信の仕組みである。このパニックデータは当時その BBS にアップロードされていた画像データなどをつなぎ合わせて作成されている。落書きっぽい絵で圧縮率を稼いだり、バックグラウンドで画像のデコードを行ったり、技術面でも頑張ったメガデモ的な作品となっている。ファイルサイズは 1.66MB である。8. X68000 サウンドの世界。X68000 は1ちゃんしか ADPCM を再生できない。一つの PCM チャンネルで複数の音を鳴らすことは可能である。最近ではメガドラミニで4ちゃんの PCM を鳴らすことができる。PCM の値を単純に足し算するので Z80 でも制御可能である。X68000 は ADPCM と呼ばれる差分圧縮方式である。直近の値からどれくらい上がったか下がったかを数値化することでデータ量を削減できる。この場合メガドライブで行った単純な足し算ではできない。 PCM の合算処理は複雑で中の人がちょくちょく音楽動画を上げているが、だいたい12ちゃん程度の音の合算計算でライゼン7 4800U 8コア16スレッド最大 4.2GHz でも3分の曲なら同じくらい時間がかかる。5. 江藤博氏が作成した PCM8 と呼ばれるソフトウェアが存在した。16ビット 10MHz の 68000CPU で8ちゃんの ADPCM 合算処理をリアルタイムで実行できたのだ。ただの音楽再生ソフトではなくドライバとして稼働し、X68000 が8ちゃんの PCM があるように挙動する。通常は不可能な音量調整もチャンネル単位で行うことができた。仕組みはこうだ。PCM8 は割り込みを使用して発生リクエストのあった ADPCM を PCM に展開し、音量変化が指定されている場合は適切にデータを変化させ、PCM を発生分足し合わせた後に再び PCM から ADPCM に変換してハードウェアに引き渡す。仕組みは簡単だが、誰もこれがソフトウェアでリアルタイムで処理できるとは思っていなかった。 ADPCM と PCM の変換作業は非常に複雑な数式からなっており、常識で考えてリアルタイムで行うことは不可能と思われていた。実際普通にやると不可能なのである。しかし PCM8 の作者の江藤博氏はこの ADPCM、PCM への12544パターンの変換結果を膨大なテーブルに事前に用意することで実現した。第二次世界大戦でゼロ戦パイロットが6分離測定で現在位置を計算するのではなく、事前に女学生が日時と太陽、緯度経度の膨大な予測計算を行い、この日時、この緯度経度なら太陽はこう見えるはず、土曜上での必要最低限の作業で現在位置が特定できたのと同じような考え方である。それでもドライバが非常に重いことは確かで、重いといっても音楽を演奏させることは十分可能であるが、それ以外のことはほとんど何もできなくなってしまう。当時の MC68000 10MHz という現代から見れば非常に処理能力の低い CPU で実現を可能とした。 PCM8 作者の江藤氏はこの雑誌寄稿の9ヶ月後、1993年3月13日26歳の若さで不慮の事故で亡くなっている。まだ PCM8 の興奮冷めやらぬ間の事故で貴重な才能が失われたことに多くの人が衝撃を受けた。しかし江藤氏は生前 OX 氏に PCM8 で使用されているテクニックの解説記事を寄稿していたこともあり、複雑なアルゴリズムを持つプログラムであるにもかかわらず、この後も有志の手で PCM8 は改良され続けた。今存命であれば素晴らしいプログラマとして活躍されていたと無念でならない。こうして PCM8 を手に入れた X68000 に革命が起きる。当時のアーケードゲームは YM2151 と PCM を複数チャンネル搭載したゲームがほとんどだった。セガのアウトランハードウェア、X ボード、Y ボード、ナムコのシステム2、カプコンの CT システム、コナミのツイン16システム、FM 音源のチャンネル数は少ないが YM2610 搭載の
SNK のネオジオと対等のハードウェア X68000 があれば大抵のゲームの楽曲が再現可能になったのだ。ユーザーは競うように曲を作り、パソコン通信で共有した。仕組みの関係上、TCM を複数鳴らしているときは左右間可能だがモノラルとなる。そのクオリティは凄まじく、当時はアーケードそのままの音と感じる作品を作る方が何人もいた。しかし、無敵の X68000 でも再現ができないものがあった。波形メモリ音源である MSX の SCC を X68000 で再現できるソフトウェア SCM-X を開発した人がいた。モキモキ斎藤という愛称で知られていた斎藤明氏だった。 SCM-X を使って X68000 でコナミの MSX 名作を再現するだけではなく TCM8 を使いセガの大型体感ゲームを完璧に再現していた。多数の楽曲を手掛け、今も残るデータ群のタイムスタンプから恐ろしい速度で曲を作っていたことがわかる。当時は曲データとともに制作メモを残すのがお決まりとなっていた。おおらかな時代で、当時お住まいの住所とともに斎藤節炸裂の面白い文章だった。若き日の斎藤氏の一節をいくつか紹介しよう。毎度ダウンありがとうございます。ノン TCM 斎藤明でございます。スクセクセクス来日記念コナミ MSX 版特集。中略 F1 スピリットについて、まあ抑えるところは抑えて、あとは適当に作ってあります。07がありませんが、いつか作るでしょう。苦笑。原曲は効果音が鳴るところは録音で構成されてますが、多分一応は地音全部使ってあります。できるだけ原曲と同じ構成にしたつもりですが、どうしてもわからない構成の曲がありました。まだ私も修行が足らんな。07はやっぱり単独でアップになるのかな。F1 スピリット 3D スペシャルについて、この曲は OPLL で鳴っているので、それ相応に音色のオペレーターマスクを3にするなどして、なぜそこまでする、ちゃんと2オペレーターで作っています。自分では即死と思います。グラディウス2について OPM ドラムでどこまで迫れるかやってみました。まあ聞いてみてください。僕は通信をやってない、それどころか電話もないので知り合いにアップしてもらってます。なので感想、意見、リクエストがあったら下記までメール、手紙ください。ただし不幸の手紙その他は受け付けません。本当の住所が書いてある。斎藤明。9. 僕たちにとって X68000 とはどんな存在だったのか。 X68000 に取りつかれ X68000 全機種ほぼ手に入れた方からご寄稿いただいた。1987年地球は X68000 の渦に巻き込まれた。そう考えるほど登場は衝撃的だった。今までないパソコンの形、まず形に気を取られたが、一番はその性能だった。ずば抜けた描画性能。そのスプライト機能はアーケードゲームと遜色ないもので、当時その機能を有していたのはファミコン初代セガマーク3 MSX。 ゲームをカートリッジで提供していたハードウェア以外には思い浮かばなかった。当時ゲームセンターでドラゴンスピリットにハマって、高校の学校帰りは必ず行きつけのゲームセンターに寄ってドラゴンスピリットをプレイして帰るが日課になっていた。そのゲームがなんとパソコンでできる。そう思ったらいても立ってもいられず、親に自分のアルバイトのお金で買わせてほしいと懇願した。しかしなかなか了解を得られなかった。親が根負けして親にお金を払わせることがないことを条件に X68000 初代オフィスグレーを購入した。ドラゴンスピリットの開発を電波新聞社のマイコンソフトが行っていたが、なかなかアナウンスが進まず、忸怩たる思いをしていた。発売される間、ふと思ったことが、X68000 って PC88FR より音楽機能が高いんだっけ？ベーシックで簡単に演奏できたんだよな、と、ベーシックで音楽をちょっとずつ打ち込み始めた。思えば、それが X68000 にのめり込んでいったきっかけだった。初めて作ったのは、竹光徹の死んだ男の残したものは、だった。ギター曲のコードをアルペジオして作った記憶で、なぜこの曲かというと高校時代、芸術を音楽選択していて授業でこの曲を歌っていた。
作って何をしたかというと、実際に X68000 を学校に持ち込んで音楽の時間にこの曲を演奏させ、みんなで歌ったという黒歴史を刻んだ。それから当時スターチャイルドから発売されたミュージックフロムイースの CD を購入して聴いていた。その CD には全曲楽譜が付録していた。楽譜を片っ端から入力していき、ザ・モーニンググローまで打ち込んで力尽きた。米光亮さんがアレンジを何曲かされていて、その曲の漢字を参考にしながら打ち込んでいった忘れられない思い出だ。それからゲームミュージックの耳コピへの沼にズブズブとハマっていったのだった。もう一人、とある X68000 ユーザーの方から寄稿をいただいた。当時はまだ学生服に身を包んでいた。憧れの X68000 は中古、男の家庭内分割ローンで手に入れることができた。当時僕が所有していたものがエースで、ハードディスクドライブは未搭載だった。そこでフロッピー運用も厳しくなってきたこともあって、家庭内家族ローンを代わり作戦で 200MB のスカジーハードディスクドライブを中古で手に入れた。ちなみにエースの拡張端子はサジースカジーの前身であるフと端子の規格が違うことに気がつく。結論から言えば、僕は一生かけても使い切れないと当時思い込んだ。大容量 200MB のローカル電脳空間を手に入れた。学生服に身を包んだ世間知らずの僕がネットの海で真っ当な中古品を手に入れ、それを無理やり愛機に接続するまでも様々な奮闘エピソードが積み増しされていった。あの頃はゲームやパソコン通信が主な用途だった。2400bps の通信速度でつながった X68000 に限らない当時の熱いファンコミュニティは、始まりはバーチャルでも多大な影響をリアルの僕に与えてくれた。熱いコミュニティの中で同じ空気を吸わせてもらっていた。とにかく熱量がすごかった。そして幸運なことに開発者やそんな文化を支える人々という熱源を間近に見ることができた。僕自身でさえ何らかの熱源に関わるほど誰しもが文化を作る入り口に立つ、そんな空気を感じていた。今でも当時の仲間とはつながりが続いている。つながりはなくなったけれど活躍を聞く人もいれば、今どうしているかわからないけれど何か大きいことを成していると確信できる仲間たちがコミュニティには溢れていた。あの時代、毎日が祭りのようだった。三流とはいえエンジニアとして給金をいただくことになったのも無関係ではないかもしれない。振り返ればあの永遠に続くと思えたような祭りの日々を肌で体感できたことはとにかく幸運だった。X68000 の新しいニュースを聞くたびに仲間たちと駆け抜けたあの日々が思い出されるのだ。最後にもう一人 X68000 ユーザーから寄稿をいただいた。1994年のある日、よく通っていた中古パソコン屋の店頭に山積みになっていたなぜかパイオニアのロゴがついた X68000 プロ。29,800円というお手頃な値段で、ついに貧乏学生は MSX ターボ R の次のマシンを手に入れた。やっぱり X68000 はすごいなと、これまた手頃になった中古ソフトを買いつつ、もう新作でないんだろうなとある程度諦めてはいた。ふと気まぐれに買ったこれまた中古の1980円の 1200bps モデムをシリアルケーブルでプロにつなぎ、電話回線につなぎ、雑誌に載ってた地元の BBS に接続する。自分以外が書いたテキストがディスプレイに初めて現れ、そこには店頭から失われて久しいユーザーの熱があふれんばかりに存在していた。そしてそこはあくまで辺境であり、日本のどこかにはもっとすごいところがあるという。日本のインターネットがまだ大学間しかつながっていない時代に、情報を集めるために全国各地の BBS に電話をつなぎ、電話代のために食を抜く日々。そしてそれは確かにあった。 HIOCS、数字、ミント、ピク、JPEG エド、MXDRV、MMDSP、マイクロ EMAX、GCC、ハス、HLK、ステッド2、マーキュリーユニット、エトセトラエトセトラ、数え上げればキリがない。そしてそれらのツールを駆使した圧倒的なまでのコンテンツ、MDX もパンもマグも MSL も RCP もミリも WAV も皆再生できて、その再生性能を競った。そこにはユーザーたちのなければ作るの精神がどこまでも先鋭化し、情熱があらゆるものを生み出す世界が存在した。自分の手で世界に届く乱熟期を迎えた X680X の世界はやがて来る世界を垣間見せてくれた。1970年中頃生まれの世代が高校生時代に買えなかったが、故郷を離れ都会へ出て社会人になり大学生になり、その頃は中古の X68000 が安く手に入った。すでに述べたようにその頃パソコン通信があった。多くの一般人がインターネットに接する前、パソ
ソコンで交流を深めた。常時接続ができない3分10円とかの時代。遠隔地への接続は九州東京間は10秒18円、1時間6000円強ととんでもない費用だった。通信速度が遅いためわずか1メガバイトの転送に1時間とかかかったのだ。近くの友人にはフロッピーで届ける方が早いし安かった。それでも急に世界が広がった。映像や音楽やゲームで競い合った。今では当たり前であるが顔も知らない遠い土地の友人たちと幸福な青春の日々を X68000 と共に過ごしたのだった。90年代 X68000 でパソコン通信をしていた人たちにとって X68000 は青春時代の象徴だろう。一般人が誰もインターネットという言葉すら知らない時代に日本全国の仲間とつながった。故郷を離れ方言をバカにされまだ友人もできない中、故郷の BBS につなげた人も多かっただろう。そしてないものは作るをキーワードに日本中の仲間と技術を競い合った。 Windows95 とインターネットによって時代は Windows へシフトしていった。1998年頃 MDX-Win が開発される。 X68000 の曲データが Windows パソコンで再生可能だった。 X68000 ユーザーは舞台を Windows とインターネットに移して活動していった。90年代後半はインターネットに申し込むと個人ホームページを作ることができた。たくさんの個人ホームページで X68000 の活動をそれぞれ楽しんでいた。 X68000 をきっかけに音楽家、映像作家、プログラマーなどプロになった人も多い。もう学生でなくなり結婚し家族の幸せのために必死に働いた。そして今回ご寄稿いただいた方も含めて X68000 への情熱が少しずつ失われていった。時を同じく無料でサービスを提供していたホームページサービスが順番にサービスを終了していった。そして書き込んだ BBS や作ったソフトや情報が入ったホームページが一つまた一つと消えていった。あの仲間たちと駆け抜けた青春の日々がまるで幻だったように。その後 YouTube がサービスを開始。今では YouTube で懐かしのゲームの曲を聴くことができる。それまではサントラを買うか MDX-Win でしか曲を聴けなかった。サントラ CD は時間制限があるので未収録だったり曲が途中で終わるものが多かったが MDX-Win ではフルで曲を聴くことができた。またチャンネルごとに音のオンオフが可能であり曲の音を分解して楽しんだ。僕も資格取得の勉強中などずっと懐かしの曲を聴いて勉強に励んだものだった。それから月日が流れ僕はゲームから離れていった。子供にせがまれて 3DS を買った。セガから体感ゲームの 3D 復刻版が発売されていた。当然秒で購入した。クレジットで懐かしい名前を見つける。斉藤明氏だった。ウェブインタビューで確信した。あのモキモキ斉藤さんか。大好きなゲーム業界で働けてよかったなと感動して MDX-Win を久しぶりに起動し彼の作った曲を聴いていた。ウェブに載る斉藤氏のインタビューは相変わらずの斉藤節だった。通常セガの体感ゲームは偉大すぎて大抵の移植は評価が厳しかった。オリジナルが正義だったからだ。それを立体視という方法でオリジナルを超えることができた。ゲームとは関係ない会社に一度就職するもその後彼が愛したセガのゲームを手掛けることができて幸福だったと思う。あの愛してやまないサンダーブレードも斉藤氏の熱意でゲーム化された。その後2016年2月 M2 堀井社長により訃報を知る。堀井社長の優しさと彼への熱い思いが込められたコメントは M2 のサイトで見ることができる。合わせて斉藤氏のインタビューはスペースハリアー動画で語っているのでそちらもご覧いただきたい。セガ体感ゲームを世界一愛してセガ体感ゲームに世界一愛された男だった。 X68000 時代に斉藤氏と共に青春時代を駆け抜けた仲間たちが集まって斉藤氏を偲んだ。テーブルの上には彼がそして仲間たちが愛した X68000 が据えられていた。僕は斉藤氏を音楽とゲームとそして彼が残した楽曲テキストとインタビューでしか知らない。いつもニコニコして文面から溢れる斉藤節そのままのような人だとイメージしていた。彼を知る人物に尋ねても答えはいつもにこやかなイメージが霞むことはないそうだ。彼の存在を足跡を動画に残したことを何人かの方に感謝された。僕の
動画で何度も登場いただいているので、少なくはない方が斎藤明氏というセガを愛した天才プログラマーがいたということを彼の作品とともに記憶に残してくれるだろう。斎藤氏が亡くなって半年後、2016年8月「君の名は」が公開される。第12回 CG アニメコンテストグランプリを受賞した新海誠氏監督作品である。作品中に X68000 が登場する。新海誠氏も X68000 への熱い情熱を忘れていなかった。そして2023年 X68000 のリメイク版 X68000Z シリーズが発売された。2024年令和の時代に X68000 用新作アドベンチャーイミディエイト X が発売された。まだ X68000 の鼓動を感じられる。 X68000 は何段階かに分けられる。最初は今でいうゲーミング PC だった。当時の中高生にはとても買えない高嶺の花だった。次の段階は少年が大人になり、価格も手頃になった90年代前半。パソコン通信によってコミュニティが生まれて、ソフトはリリースされなくなったが、ある意味最もユーザー間で反映した時期だった。最後は Windows 時代だ。 X68000 は PC 上でエミュレーションで動いた。その中に MDX-Win もあった。僕も含めてここで初めて X68000 に触れた人も多かったであろう。最初のリリース98年から10年以上、懐かしのアーケードサウンドプレイヤーとして活躍してくれた。初代 X68000 発売から20年間も現行機として Windows 上のソフトウェアとして生き続けた。フォロワーさんにアンケートを取ってみた。意外と頑張って手に入れた方が多かった。 X68000 は今でもリスペクトしてやまない憧れの存在だ。多くのアーケード少年、パソコン少年にとって X68000 は特別な存在だった。1987年、少年だった僕たちはとても手に入らない高価な X68000 を電気店で眺めた。一番奥に展示され、そのボディは美しく輝いていた。 X68000 を幸運にも手に入れたユーザーにとっても、 MDX-Win でアーケードの名曲をパソコンで聴いたユーザーにとっても、 X68000 は青春時代の象徴だったのだ。今ではノートパソコンが主流であろうか。デスクトップパソコンも立方体となり、色が違う程度でどこのメーカー製品でも同じである。新機種が出てもベンチマークのスコアやエンコード時間の速さを競うくらいの差しかない。20代のデザイナーが手掛けて独特のスタイルを実現するために通常の3倍の費用をかけて金型が作られた。先日公開のナイトライダー動画で同年代の車が並ぶ中にナイト2000がいると、それだけ全く異次元の存在に見えた。 X68000 も同年代パソコンの中で同じく異次元の存在だった。製造コストの観点からも今後も X68000 を超える美しいパソコンは二度と現れないだろう。この動画を見ている人もパソコンで見ているかもしれない。今では YouTube と簡単な文書作成ができる Chrome、ブックパソコンは2万円とかで買うことができる。もはやパソコンは憧れの存在ではなく普通に空気のような存在となった。そして僕もちょうど1年前、斎藤明氏と同じ病となる。場所は違って小腸がんだ。毎年1人先に行って5年後1人しか残ってない病だ。抗がん剤の副作用は強烈で車酔いを10とすると4くらいの状態が延々と続く。 YouTube も見たくない、映画も見たくない。そんな状態でも動画を作ったり音楽を作っている間は症状が消える。生き急ぐように寝食仕事以外の全ての時間動画を作る。あの頃の熱狂が戻ったかのようだ。日々忙しく悩んでいる暇もない。視聴者様からも熱いコメントをいただく。でも PCM8 を作った江藤博氏と斎藤明氏には X68000 と同じように僕たち世代が愛したものを全てを語り尽くすまでもう少しだけ待っていてほしい。そっちに行ったら聞きたいことが山のようにあるので楽しくやりましょう。そして毎回のお願いになります。この動画を最後まで見てくれた方、どうか健康診断と人間ドックを受けてほしい。がんは早期発見が何より大事。フリーの方も同年代であれば自治体によりますが無料またはかなり安くがん検査をやってくれます。サラリーマンの方は自動で受けられてると思いますが、奥様は申告制なので自己負担1万円くらいで受けられます。僕
僕の動画を見て15年ぶりに受けてみようかなとコメントもいただきました。どうか江藤博氏と斉藤明氏と僕の分まで長生きしてもらって、レトロゲームとレトロパソコンあふれる養老院作ってみんなで合流してゲームを楽しんだり音楽を作ったりと楽しい老後を過ごしてほしいと願います。その時に漆黒の色に輝く X68000 がまた新しい世界を見せてくれるでしょう。ここで CM です。今回の動画は X68000 パーフェクトカタログから多くの情報を引用しています。圧巻は X68000 の掲載される市販750タイトル全てへのレビューです。美しい X68000 の全ての機種の情報も得られます。税別2315円とお手頃価格ですのでお手元にぜひ。この動画を江藤博氏と斉藤明氏と彼らの大切なご家族とご友人の皆様に捧げます。今回の動画はここで終わりです。相変わらず長い動画をご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価ボタン、コメントなどいただけますと次の動画を作るエネルギーとなります。また次回動画でお会いしましょう。